2つファスナーがついていて、外側にはスマートキーが入れられます。クリア窓なので操作がしやすいです。内側はタブがついてて、鍵をつけることができます。内ポケットが1つついているので、駐車券なども入れられます。表布16センチ×縦23センチ。1枚目の裏布も16センチ×縦23センチです。もう1枚の裏布は16センチ×10センチ。クリア窓にするのはこういうソフトカードケースを切って使いました。柔らかいタイプです。これを幅17センチ、縦6センチに切ります。とファスナー20センチ2本です。内側に鍵を取り付けるタブをつけるときは4センチ×8センチの布をタブ用として切っておきます。内側に鍵用のタブを作るときは先にタブを作ります。半分に折って真ん中を折ってさらに半分に折って両端に端ミシンをかけます。まず裏側のポケットを作ります。長い方の上から8センチのところを内側に折り上げます。で、折り目から 6.5 センチぐらいのところを戻します。ちょうどもう1枚の布と長さが同じ10センチになるようにしてアイロンを当てます。両端を仮縫いします。仮縫いするときにこちら側、左側に先ほど作ったタブを2つに折ってポケットのところにこんな感じで一緒に仮縫いしておきます。仮縫いなので返し縫いはなくても大丈夫です。このポケットのあたりにタブをつけて一緒に縫います。表布にファスナーをつけます。上から3センチのところを内側に折ってアイロンをかけます。ファスナーを表を上にしてこのように使う時と同じ方向にこう置いてファスナーを開いて挟んでここを5ミリの縫い代で縫います。向こう側に押すような感じで開いて端ミシンをかけます。このようにファスナーをつけました。次に下のファスナーにクリア窓をつけていきます。クリア窓はちょっと横幅よりも広めに切っているので下のファスナーに合わせて端を揃えてクリップで留めます。こんな風に留めます。ファスナーは上向きでクリア窓を上に乗せたような形になります。これをファスナー側から端ミシンをかけていきます。
れをファスナーを上に倒して、ここに端ミシンをかけます。ちょっとかけにくいのでゆっくり。こんな風につきました。ここは少し出ていても後でカットするので大丈夫です。でファスナーを閉めて、このクリア窓の下のラインで上に折り返します。ここをクリップで留めて1センチの縫い代でここを縫います。開いて、ここも端ミシンをかけます。これで表側はできました。ここからは普通のポーチと同じように作っていきます。上にファスナーをつけます。ファスナーを裏返して開いて、上から5ミリぐらい開けて端ミシンでつけます。ポケットのない方の裏布をここにかぶせて、裏からさっきの縫い目の下を縫います。こんな風に縫います。開いて、裏布はこっち側、縫い代は下に倒して、表側に端ミシンをかけます。反対側にもファスナーをつけます。このようにできたのを折り重ねて、ファスナーを開けて、上から5ミリ開けて端ミシンをかけます。この端が金具のところが合うように合わせて2つくらい待ち針を留めると縫いやすいです。もう一つの裏側を重ねていきます。ポケットがある方を内側に中表に合わせて、縫い目の下を端から端まで縫います。開いて、こちらも表側に端ミシンをかけます。ファスナーを半分ぐらい締めます。この内側もちょっと半分ぐらいのところまで、表同士裏同士合わせて、ファスナーのところを合わせて待ち針で留めます。こんな感じで留めます。下のクリア窓のある方はちょっと待ち針が使えないのでクリップで留めました。裏布の底に真ん中に8センチぐらいの返し口を作ります。ここから1センチの縫い代でここまで縫って、こっちも
サイドから1センチの縫い代で縫って、ここまで縫います。1センチ手前で留めて、印まで縫います。最後は返し縫いをして8センチ開けて、また返し縫いから縫い始めます。1センチ手前で留めて、角を軽くカットします。出ているクリア窓とファスナーも一緒に 2、3 ミリ布端と一緒に切っていきます。反対側も同じように 2、3 ミリ端を整えるような感じで切ります。返し口から表に返します。なるべくこの真ん中を折らないようにこのようにゆっくり返していきます。返し口のところを閉じて端ミシンをかけます。アイロンをかけなくても上下に引っ張るだけでまっすぐになるので、ここに端ミシンをかけます。裏布を中に入れます。出来上がりです。